霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著47龍神の受け持ち。いかに尋ねても龍神の生活は何やら薄い膜を隔てたようで、しっくりとは腑に落ちないところがございます。相当長い間こちらの世界に住んでいる私たちですらそう感ずるのでございますから、現世の方々としてはなおさらのことで、容易に龍神の存在が信じられないはずだとお察しすることができます。と申して龍神さんの物語を握りつぶせば、私として嘘の通信を送ることになり、それも気が咎めてなりませぬ。で、皆様の信ずる信じないはしばらく別として、もう少し私がその時監督のおじいさんから聞かされたところを物語らせていただきます。問い、龍神さんのお仕事というのは大体どんなものでございますか？答え、龍神の受け持ちはなかなか大きく、広く、そして複雑で、とてもそのすべてを語り尽くすことはできぬ。ごく大まかに言ったら、人間の世界で天然現象と唱えているものは、ことごとく龍神の受け持ちであると思えばよいであろう。すべて龍神には龍神としての神聖な務めがあり、それが直接人間界のためになろうがなるまいが、どうあっても遂行せねばならぬことになっている風雨官所、五穀の豊穣、ありとあらゆる天変地異。それらの根底には、ことごとく龍神界の息がかかっているのじゃ。問い、ゆぶすなの神、その他のご祭神は皆龍神様でございますか？答え、奥の方はいずれも龍神で固めてある。問い、外国にもうぶすなはあるのでございますか？答え、無論外国にもある。ただ外国にはうぶすなの社がないまでのことじゃ。うぶすなの神があって、生死、疾病、諸種の災難等の守護に当たってくれればこそ、地上の人間は初めてその日その日の生活が営めるのじゃ。問い、各神社には龍神様の他にもいろいろ眷属があるのでございますか？答え、無論たくさんの眷属がある。人霊、天狗、動物霊。必要に応じていろいろ揃えてある。問い、うぶすなの神は皆男の神様でございますか？答え、うぶすなの主催神はことごとく男性に限るようじゃ。しかし幼児の保母などにはよく女性の人霊が使われるようで。問い、仏教の信者などは死後どうなるのでございますか？答え、いかなる教えを信じてもうぶすなの神の支配を受けることに変わりはないが、ただ仏の救いを信じきっている者はその迷いの覚めるまでしばらく仏教の僧侶などに監督を任せることもある。いやしかしそなたの問いは大分わしの領分外の事柄に渡ってきた。うぶすなのことならわしよりもそなたの指導役の方が詳しいであろう。わしにはなるべく龍神の修行場のことだけ聞いてもらいたいのじゃが。問い、ついいろいろなことをお尋ねして相すまぬことでございました。実は平成指導役のおじい様からもいろいろ承っておるのでございまするが、何やら腑に落ちかねるところもありますので、ちょうど良い折と考えて念を押してみたような次第で。答え、それも悪いとは申さぬが、しかし一升のマスには一升の分量しか入らぬ道理で、そなたの器が大きくならぬ限り、いかに焦っても全てが腑に落ちるというわけには参らぬ。今日はしばらくこの辺でとどめておいてはどうじゃな。問い、またとない良い折でございますから、もう一つ二つ尋ねさせていただきとうございます。
弁財天と申し上げるのは、あれは皆女性の龍神様でございますか？答え、その通り。神に祀られている以上、いずれも皆立派に修行の積める女神ばかりで、土地の守護もなされば、また人間の願い事も、それが正しいことであれば、問い、水天宮と申すのもやはり。答え、あれは海上を守護される龍神。問い、最後にもう一つ伺わせていただきます。あなた様はどんなお身分のお方で？答え、わしか。わしは妻もなく、また子もなく、永久に独り身の老いたる龍神じゃ。龍神の中にはこういった変わり者も時としてないではない。現にそなたの指導役の老人なども、やはりわしのお仲間じゃ。どりゃ、一応修行場の見回りをするといたそう。今日はこれまで。いいも終わらず、この白衣の老人の姿は、すーっと湖水の底に幻のように消えてゆきました。